はいどうも皆さんこんにちは。今回は島原の乱についてお話ししていきます。江戸時代に起こったこの有名な乱ですが、この戦いを詳しく見ていくと当時の社会の問題点を知ることができます。さらにこの戦いは以後200年余り続く鎖国政策を完成させる決定的な原因となりました。そういった点でもこの戦いは重要な出来事です。それでは早速島原の乱について詳しく見ていきましょう。前回の動画では日本が鎖国へと向かっていく様子を見てきました。そのような過程の中で起こったのが島原の乱です。島原というのは地名です。現在の地名でいうと長崎県の南部にあたり、この辺りを島原半島と言います。海を挟んで対岸にあるのが天草という地域で、この2つの地域で同時に一揆が起こりました。なので島原の乱は別名島原天草の乱とも言います。おそらく乱の名前は知っているという人は多いと思いますが、詳しい経緯や乱が起こった理由まで知っている人は少ないでしょう。一体なぜ島原の乱は起きたのでしょうか。島原の乱が起こった背景には大きく分けて2つの原因があります。キリスト教の弾圧と厳しい年貢の取り立てです。まず前提として知っておいてほしい知識として、島原天草地方には多くのキリスト教徒がいたという背景があります。なぜかというと、この辺りはキリシタン大名の小西行長や有馬晴信が治めていた領地だったから、キリスト教が広く受け入れられていたのです。しかし小西行長は関ヶ原の戦いで敗北して斬首刑、有馬晴信は岡本第八事件で流罪となり自害していましたので、この頃には領主が変わっています。島原藩主として松倉勝家という人物が島原を、唐津藩主として寺沢片高という人物が天草を治めていました。この2人の統治がとにかく悪かったため、この地方にいた農民たちが一揆を起こしたというのが島原の乱です。どれくらい悪い統治をしていたかというエピソードが残っていますので、ここで紹介しておきます。島原を統治していた松倉勝家はキリスト教の信仰をやめない信者を雲仙岳という火山の火口に投げ込んでいたという話が残っています。また天草を統治していた寺沢片高は幕府の禁教政策を受けて弾圧を強め、キリスト教の信者に熱湯をかける、火あぶりにする、海に投げ込むといった迫害を行っていたという話が残っています。これらの地域に住む農民たちは年貢を納められないと徹底的に拷問されていましたし、干ばつと飢饉により米が全然作れなかった年にも例年通りの年貢を取られたので、餓死する者も続出しました。そのような藩主による理不尽な統治が農民たちに一揆を結成させたのです。さて、そんなひどい圧政を受けていた天草の人々の中ではある噂が広まっていました。その話は23年前に遡ります。昔天草にはママコスという宣教師がいました。ママコスはキリスト教の弾圧により天草を追われてしまうのですが、天草を去る前にある予言をしていたのです。その予言というのは、今から25年後に天変地異が起きる。しかし16歳の少年が現れてキリスト教を信じる者を救うだろうという予言でした。実際に25年近く経ってみると、秋なのに桜の花が咲いたり、干ばつと飢饉が九州を襲ったりしていましたので、民衆たちはついに予言の時がやってきたのだと考えるようになります。その時天草に増田四郎時貞という16歳の少年がいることが分かりました。民衆たちは美しい顔立ちをしたその少年を見て、この少年こそ予言の子に違いないと考えるようになったのです。この少年が有名な天草四郎です。この噂は徐々に広がっていきます。予言ではキリスト教を信じる者が救われると言われていましたので、一度キリスト教の信仰をやめていた人々も再びキリスト教を信仰するようになるほどでした。しかしここで事件が起こります。島原領内においてキリスト教を信じている農民が2人、役人に捕まってしまったのです。他の信者たちはこの2人が殺されたと思い2人の霊を祀ったのですが、それを聞きつけた役人が取り締まりのために駆けつけます。ここで農民たちはその役人を殺してしまったのです。もはやこうなると止められません。彼らは至る所で役人や僧侶を殺し、寺院や民家を焼き、ついに
領主の居城である島原城を襲撃したのです。こうして始まったのが島原の乱です。島原の民衆が立ち上がった。この知らせは海を挟んだ天草にも伝わります。天草の民衆も立ち上がり、領主と激突して勝利。一揆勢は富岡城を包囲しました。島原天草において一揆が発生。この報告が幕府にも届きます。すぐさま幕府は鎮圧のための使者を派遣。板倉重政という人物が送り込まれました。さて、こうなると危ないのは一揆勢です。もうすぐ幕府軍が到着する。そう考えた一揆勢は島原城と富岡城の包囲をやめて原城跡に立てこもり、籠城の準備を開始します。その軍勢はおよそ3万7000人だったと言われており、農民たちの一揆としては大規模なものとなっていました。さて、そうこうしているうちに板倉重政が九州に到着。九州の大名を動員して原城跡を攻撃します。こうして幕府軍は一揆勢と戦うことになるのですが、いかんせん幕府軍は即席で集められた人たちです。一揆からの反撃を受けて大損害を被りました。最初はただの百姓一揆だと思っていた幕府も様子がおかしいことに気づきます。板倉重政ではダメだ、そう考えた江戸幕府は代わりの人物を派遣しました。こうして送り込まれたのが松平信綱です。さて、こうなると板倉重政としては面目丸つぶれです。松平信綱が来る前に決着をつけたい、そう考えた板倉重政は急いで総攻撃を命じて原城跡へと突撃しましたが、一揆勢の抵抗で戦死。またも幕府軍は敗北したのです。しかし次にやってきた松平信綱は一味違いました。信綱はオランダ船を動員して海の上から砲撃させたり、トンネルを掘って城への道を作ったりしています。さらに一揆勢が行っているのは籠城戦だったので、松平信綱は徹底的な包囲戦を行いました。こうすることで城内の米はなくなっていき、一揆勢は餓死に追い込まれてしまいます。十分に弱ったところに幕府軍は総攻撃。こうして一揆勢は皆殺しにされ、島原の乱は鎮圧されたのでした。さて、こうしてやっと鎮圧できた島原の乱ですが、そもそも一揆の原因は領主による圧政でした。ということで彼らは乱の責任を取らされます。島原藩主だった松倉勝家は領地を没収されて美作の国に入るとなり、そこで斬首刑。天草を領有していた寺沢片高も天草領を没収されており、これを受けて自害しています。一方、一揆の総大将にされていた天草四郎はどうなったかというと、一揆勢とともに討ち取られており、その首は晒し首にされました。この島原の乱を受けて江戸幕府は、一揆の中にキリシタンが多かったために抵抗が激しかった。キリシタンはやはり危険だと考えるようになります。なのでキリスト教の弾圧をさらに厳しくしていくのです。こうして行われたのが絵踏です。絵踏というのはキリストやマリアの絵を踏めと命じて、それを拒否した者をキリシタンとして捕まえるという禁教政策です。ちなみに絵踏というのが絵を踏む行為のことで、踏み絵というのはキリストやマリアの絵そのもののことです。また幕府は全国にわたって宗門改めという個別調査を実施しました。要するに全ての日本人はどこかの寺に所属しなさいという命令を出したということです。その所属している寺から所属していることの証明書を出してもらうことで、自分はキリスト教を信じてはいないということを証明させたのです。この制度を寺受制度と言います。後にはこれが宗旨任別帳となって現代でいうところの戸籍の役割を果たすようになっていきます。このようにキリスト教に対して厳しい監視を続けていったのです。そのようなキリスト教弾圧の結果、長崎に来る外国の船はオランダと中国の船だけになってしまいました。この頃のオランダ人は平戸を拠点としていたのですが、長崎の出島に移されています。こうして幕府は出島を窓口としてヨーロッパの知識を吸収し、オランダ風雪書きによって海外の事情を知るようになっていきました。ちなみに長崎にいたのはオランダ人だけではありません。中国人も住んでいました。最初は自由に住んでいましたが、後に管理しやすいように一つの場所に集められて、そこに住むようになります。これが唐人屋敷です。こうして島原の乱を経て、日本はいわゆる鎖国へと向かっていくのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして鎖国政策は完成し、
その結果、江戸幕府は海外からの影響を受けにくくなりました。裏を返すと幕府の支配が強まったということになります。そのように強化された幕府の支配だったのですが、これに反発する事件が起こりました。ということで次の動画では、由緒小説と慶安の変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。